国民がノーと言っても政府はイエスという言葉の壁へ。いえ、意図的な無視です。今日は空気を読まない政治の実例をお届けします。さあ、ホワイトハウスの面々が静かにぶち切れます。安心、信頼のある外国人受け入れは、ちょっと待て、レオン、これ、与党青年部が公式に言ったんだよな。フェイクアカウントじゃなく。はい、大統領、公式です。外国人との共生社会って言葉、訳すとこうなる。国民が嫌がっても進めます。つまり、民主主義の真逆だ。国民の声が、危ない、やめろって言ってるのに、青年部はその方向で確定ですだと。おい。それは彼の至りじゃなくて、国家規模の逆走だ。移民政策ってのは、本来、国の将来像と国民の理解が揃って初めて成り立つんだ。今のこれはどうだ。火を見て油を持って走るレベルのムーブだぞ。っていうかね、支え合う社会って言葉、何にでも使える免罪符じゃない。支え合うって、まず片方が沈んでないと成り立たないんだぞ。で、今沈んでるの、どっちだ？国民だよ。大統領、このまま行くと自民党の新スローガンはこうだ。国民を支えません。外国人と支え合います。いや本当に、移民党って言われても文句言えないレベルだよ。だって国民がやめてくれって言ってる政策を、未来志向は責任回避と国際的立場は内政放棄で押し通してる。それ、独裁者の工場だろ。北海道の土地が買い占められてる。中国人が違法建築してる。それを取り締まるどころか、もっと安心、信頼で増やしますって、もうそれ占領政策だよな。もはや。強制的な強制なんて、欧州で何が起きたか見てりゃ一目瞭然だ。それでもやるってことは、知らないのか、知ってて無視してるか、どっちでも終わってる。移民で人手不足が解消される。はあ。サポート人材を雇ってまで外国人を迎え入れるって、それも穴を埋めるために崖を掘ってるって構図なんだよ。未来の福祉が崩壊するレベルで。最もまずいのはこれだ。この方向性に国民が関与していないこと。これは政策じゃない。これは民意をすり抜けた独断的実験だ。国民の嫌だは、大抵やめておけという理性的なサインだ。それを情緒的な反応として切り捨てるなら、民主主義ごっこはもうやめた方がいい。いきそしもんが多様性にしてくれ。少なくとも正直でいてくれ。国民は政府の鏡である。だが鏡を割って都合の良いフィルターを貼ったなら、それはもはや独裁の始まりに過ぎないと思いますが、皆さんは今回の政策をどう捉えましたか？